これを揉みます。凍ったまま使うってやり方があります。これを折ることができるんですね。直接入れちゃいます。こういう風に砕いてあげると、より早く溶けますね。冷凍しても変化がないので、本当に普通の卵焼きが作れるという。冷凍 OK! はい、やってみました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、溶き卵冷凍、冷凍液卵の作り方をやります。この冷凍チャンネルでもですね、卵の冷凍って結構やったんですね。殻のままもう丸ごと冷凍して、解凍するとですね、黄身が固まるっていう、結構面白い現象が起きるので、結構紹介をしています。丸ごと冷凍することで、黄身の水分がですね、凍る時にちょっと白身の方に行ってですね、で黄身がこうギューッと凝縮して固まってしまうということですね。で、それがですね、結構食感的には美味しくてですね、結構僕もレシピを作ったりもしてるんですね。ただですね、それは実を言うと、一回冷凍してしまうと、解凍した後にですね、溶き卵にして卵焼きにするってことはこれできなくなっちゃうんですね。つまり元の状態には戻らないっていうのがこの冷凍卵だったんですね。ただですね、卵焼きとかに使うように冷凍したいという方のためにですね、これは溶き卵で冷凍するというやり方になります。業務用の食品工場とかで実は使われたりするんですけども、これ冷凍液卵っていうものがありまして、卵を溶いてから冷凍することで、解凍した時にもその溶き卵として同じように使用することができるんですね。で、今回はですね、その溶き卵の冷凍をですね、ご紹介しようと思います。はい。それでは溶き卵の冷凍をやりたいと思います。食材に関してはですね、いつも言ってますけども、新鮮なものを冷凍するっていうのはやっぱ冷凍の基本になりますので、卵に関してもそれも同じですね。特に腐りかけてそろそろやばいなっていうタイミングでやっぱ冷凍するのはですね、もうかなり手遅れになりますので、できるだけもう早めに冷凍するってことは大事になります。で、卵に関しては冷蔵だと結構日持ちがするんですね。ですので、冷凍する意味があるのかっていう実は議論がありまして、ちょっとそれはですね、最後にちょっとお伝えしようかなと思います。で、まずはやり方ということで、冷凍用の保存袋ですね。こんな状態にして、でここにもう直接卵を割っていきます。殻が入らないように、慎重に割ってもらえればと思います。で、直接生卵を割ったものがですね、入っている状態になります。で、先にもう空気をここで抜きます。で、この真ん中だけ、空気穴作ってですね、で残りは全部取れちゃいます。で、中の空気をですね、もうできるだけしっかりと抜いてください。こういう風にちょっと空気をですね、上に上げて、で、中の空気をしっかりと追い出してから、最後口を閉じるという感じですね。これで、冷凍するわけじゃないんですね。で、ここで大事なのは、これを揉みます。で、袋の中で、溶き卵にするということですね。ボウルとかで割ってですね、そこで溶き卵にしてから袋に入れてももちろんいいんですけども、そうするとですね、結構ボウルにその黄身の部分が結構手張りついてですね、結構もったいないので、もうこの袋の中で混ぜてもらうといいと思いますね。ゴムベラとか使って丁寧に中に入れてももちろん大丈夫ですね。で、この後ですね、このジップロックには、黄身がこう張り付いているように見えるんですけども、これ使うとき、凍ったまま実は取り出すので、実はもったいなくもないというような感じですね。こういう感じですね。黄身が丸い塊の状態で冷凍すると、水分が抜けて、凝縮して固まってしまうので、こういう風に、白身と黄身を混ぜた状態で冷凍すれば、溶き卵として使えるということですね。ですので、この状態で冷凍したいと思います。で、冷凍するときはですね、冷凍庫の平らな部分に置いて、で平らに冷凍するってことが、大事ですね。で、結構凍るまではですね、かなりサラサラとした液体ですので、口の部分はですね、端っこに置いてちょっと持ち上げていただくと、漏れる心配もないかなと思います。この平らな状態で凍らせます。ということですね、冷凍した状態がこれになります。冷凍液卵という状態ですね。なかなかね、こんな状態見たことない方も多いかなと思うんですが、で、使い方はですね、これをちょっと流水解凍して使ったり、あとは凍ったまま使うってやり方があります。試しに今、ちょっと水で流すっていうのをやってみたいと思います。凍ったままですね、ちょっと水にこう当てます。で、溶けてきたら、もうちょっとほぐしてあげると、より早く溶かすこともできますね。
こんな感じでですね、ちょっと溶かしました。長時間このまま放置すると良くないので、凍った部分が部分的に残っているぐらいが、いいですね。それぐらい冷たく、しっかりと冷えてる状態で留めてですね、調理に使うという感じですね。で、ここにですね、塩とか砂糖とか、調味料を入れて、ここで揉んで、例えば卵焼きにするとかですね、オムレツにするとかですね、そういった使い方もできるかなと思います。冷凍溶き卵はですね、必ず加熱調理で使ってください。やっぱり一度割って、外から要は菌が入ってくる可能性があるということなので、しっかり加熱をしていただければと思います。で、続いてですけれども、この冷凍液卵をですね、凍ったまま調理するっていうやり方をご紹介したいと思います。で、卵焼きにしようと思いますので、卵焼き器ですね。で、こちらに、油を先に入れます。で、ここにですね、卵、これをですね、薄く平らに冷凍してるので、こういう風にパキッと、こういう風に折ることができるんですね。で、ちょっと折りづらければですね、こういうところに置いて、で、手のひらでちょっとバキッと折ってもらえると、で、これをですね、この中に直接入れちゃいます。全部使わず、ちょっと残りは取って、また冷凍庫に入れとこうと思います。で、この状態で、火にかけますね。で、ちょっと平らにして、火がかかるようにしてください。で、味付けはですね、もうこのタイミングでするので、塩ですね。で、砂糖を入れたい方は、このタイミングで入れてください。もともと、液卵の状態で先に味付け、調味料入れてても OK ですね。で、火力はですね、中火よりもちょっと弱めの中弱火ぐらいがいいかなと思います。で、要はこれをしっかり、溶かす必要がありますので、途中、こういう風に砕いてあげると、より早く溶けますね。で、さっき調味料も入れてるので、ここでちょっと、混ぜていただくといいかなと思います。で、今回はちょっと溶かすっていう作業がいるので、このまま巻いて一重で、いわゆる終わろうと思います。で、何回も巻くってやつは、やっぱり一度解凍してから半分だけ入れて、で、残りを何回もこう巻いていくってやり方でいいと思うんですけど、これはですね、ここで溶かすっていう作業が必要なので、もうこのまま巻いて完成という形にしたいと思います。もうこれで完成ですね。冷凍溶き卵で作った卵焼きです。それではですね、実際に食べてみたいと思います。いただきます。もう普通の卵焼きです。これはですね、いい意味で、冷凍しても変化がないので、本当に普通の卵焼きが作れるということですね。丸ごとの冷凍だと黄身が本当に固まって、独特の面白い食感になるんですけども、こういった卵焼きにはできないので、そういう意味ではこの溶き卵冷凍はですね、卵焼きもできるという感じですね。味付けはお好みでできますので、皆さん好きな味付けにしてもらえればと思います。はい、ということですね、今回は溶き卵冷凍液卵の作り方をやりました。いかがでしたでしょうか。で、今回はですね、袋の中で卵を溶いてですね、それを平らにして冷凍するというやり方でしたね。調味料がシンプルなものとかそんなに入れないよっていう場合は、焼く時に調味料を足すっていうようなやり方ですね。そうすると解凍する手間もなくてですね、凍ったままパキパキ取って、で、それを卵焼き器とかですね、焼いていただくといいですね。で、焼いた後にフライパンだったら、その後チキンライスとか入れてですね、オムライスにするっていうのも結構おすすめですね。で、卵に自体、だしとかですね、そういったものを入れたい場合はですね、やはり一度解凍してから、そういった調味料を入れて、で、混ぜて作っていただくといいですね。で、あと卵焼きでも何層もこう巻いていきたいっていう場合は、やっぱり一度解凍してからやるのがいいですね。で、ただその解凍する時もですね、長時間放置っていうのは良くないので、やっぱ生の卵になりますので、凍った部分は一部残ってるぐらい、しっかり冷えた具合で留めるっていうのがやっぱいいかなと思いますね。冷凍液卵なんですけども、果たして本当に冷凍した方がいいのかっていう実はちょっと問題がありまして、実は生の卵って、実はすごくその衛生的に優れてて、常温でも結構長持ちするっていう仕組みになってるんですね、卵ってそもそもが。殻にまず守られていて、白身の部分がですね、殺菌効果もあるので、その形を維持してればですね、結構長持ちするんですね。スーパーとかで売っている卵には、賞味期限とかついてますけども、賞味期限ないっていうのは、生で食べられるっていう期限なんですね。加熱して食べるっていう前提であればですね、そのままの卵でもですね、割ってなければ結構1ヶ月以上持ったりもするんですね。丸ごとそのまま冷凍すればですね、その形を維持してるんで、結構さらに長持ちすると思ってるんですけども、要は殻も取って、黄身と白身が混ざった状態にするっていうのは、元々の卵が持つ菌の抑える効果っていうのはやっぱかなり薄れてしまうんですね。混ぜた時にですね、やっぱ外から菌も入ってきますので、そういった意味でちょっとリスクが高まってしまうという
デメリットがやっぱありますね。冷凍なんで腐るってことはないんですけども、やっぱりその溶いた卵を冷凍した場合はですね、やっぱり早めに使い切ったりですね、使う時にしっかり加熱をするってことが大事になってきますね。で、このあたりが冷蔵庫で生のまま保存するのと、溶いて冷凍するのはどっちがいいかっていうと結構判断難しいとこがあって、単に長持ちさせたいだけだったら、結構冷蔵庫の中でも日持ちはしますので、そっちでもいいのかなというふうには思いますね。衛生面には気をつけてですね、楽しんでいただければと思います。ということでですね、このチャンネルはおすすめの冷凍食品や家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK!